です。今回は初心者向け作語攻略ということで、作語をやってみたいけどやり方がわからないとか、やってみたけどうまくできなかったっていう方のために作語のコツをわかりやすく言語化してお伝えしていきたいなと思います。具体的なやり方は初心者の方でも持っている D クラスのエリーゼを使って解説しているので、車がなくてできないっていうこともないかなと思います。今回はスピンありのやり方とスピンなしのやり方の2通り解説してるんですけど、俺も今までスピンなしで作語できたのは下のノワールだけなんで、初心者の方は断然スピンありの方がやりやすいかなと思います。作語の動画は1年前くらいに1回出したことがあるんですけど、これはね、ほんまにもうひどすぎてもう下手すぎたんで、当時は低評価もめっちゃされて相当凹んだんですけど、今思えば仕方ないんじゃないかなと思います。あの時に比べたら俺もちょっとは成長したと思うし、作語の動画が見たいっていうリクエストももらってたので、動画の最後に C クラスから S クラスの車でやったスピンなしの作語映像も収録しました。前の動画と比較してもらうことで俺の作語がどれくらい成長したのかわかると思うので、今回もぜひ最後までご覧ください。はい、ということで車の選び方やっていくんですけど、見慣れやつじゃないんですけど、そこは勘弁してください。このコースが多分一番わかりやすいと思うんですよ。言葉だけで言ったらニトロパンチっていうのをした時に前輪が浮いた車が浮きやすい車っていう風に判断してもらえればいいかなって思います。ニトロパンチっていうのがドリフトの途中にニトロを挟んでいくっていうやつですね。今からちょっとやってみるんですけど、例えばこういうコーナーでこうやってパンチしていった時に前輪が浮くかどうかですね。ちょっとね、スロー再生にしないとわかんないと思います。早いんで。ドロパンチのやり方としてはですね、動画出してないんで今言うんですけど、ドリフトするときに一瞬だけニトロを焚いて、こういう感じですね。一瞬だけニトロを焚くっていうそういう感じですね。ニトロのボタンを押した後にすぐにまたドリフトのボタンを入れれば、ニトロパンチができるっていうそういう感じですね。スピンドリフトの方がわかりやすいんじゃないかなっていう風に思ってスピンドリフトやってみたんですけど、正直ね、ちょっとその浮いたっていう感覚があんまつかめなかったんで、やっぱニトロパンチの方がいいかなって思います。以上が車の選び方です。これは多分参考にしてもらえればいいだけなんで、走っててピョンって跳ねたりとかしたらその車は来やすいっていう感じです。今からまずエリーゼで羅列でスピンありで作語したものの録画を見ながら解説していこうかなって思います。初心者さんとかだとスピンありじゃないと多分やるのは難しいんですよ。なんで絶対ねスピンありでやり始めた方がいいかなって思います。スピンありなんですけど、ここでバレルを飛びまして、ここでね、できるだけバレルを高く飛ぶのがいいかなと思います。で、ここですね、スピンするのはこのジャンプ台に乗った瞬間にスピンしてもらって、そこからニトロを焚いて、着地した瞬間に反対側にドリフトをするっていうのが大事になってまして、ちょっとこれ速度が低い車なんでちょっと手前すぎるんですけど、手前とか奥とか関係なしに着地した瞬間にドリフトしてもらって、こうやってうまく浮いてくれたらもうあとはとにかく左にドリフトし続けるっていう感じです。ドリフトし続けたらこういう風に浮いてくれて、左側のこの下の道路に出れるので、とにかく左に切り続けるっていうのが大事です。で、その後ね、ちょっとここのバレルがちょっと問題でして、ここをコースアウトしやすくて、ジャンプ台をできるだけ高く飛ばないと、ここでコースアウトしちゃうんですよ。なのでね、できるだけ高くここバレル飛んでくれれば、ショートカットになるかなって思います。これで、スピンありエリーゼの解説は終了です。次、スピンなしでのエリーゼです。これ、ジャンプ台、ここも結構俺的にはコツとなってまして、できるだけ右側を飛ぶのがいいかなって思います。あとは同じで着地した瞬間にドリフトをして浮いてくれたらとにかくもう左にドリフトし続けると。で、そしたら行ってくれます。でもこれ俺も20回ぐらいやってやっとできたんで、正直リーゼでやるのは結構難しかったです。ジャンプ台はさっきと同じでできるだけ高く飛ぶと風になってるんですけど、左に寄りすぎた例がこちらになります。ちょっと車違うのは申し訳ないんですけど、右にこのジャンプ台を今寄りすぎてるんですよ。そしたら半バレルになってこうなるということが起きるので、そこは皆さん気をつけてください。今からはおまけみたいな感じにはなるんですけど、最初の方に浮きやすい車が作動しやすいっていうことで言ったんで、C から S までの車はどうなんやっていうことで C から S までの車で頑張ってやってみたので、そちらも見てくれたら嬉しいなと思います。一応代表者としては C クラスがフォーミュラ E、B クラスがゼロウーノ、A クラスがもちろん918で、S クラスがノワールという風になってます。やっぱね、ノワールとかになってくるとちょっとニトロがないんで、そこら辺がちょっとむずいんですけど、S クラスになるとね、結構置いてくれるので、楽しく見てくれたらいいかなって思います。まずフォーミュラ E でやっていきましょう。ここでね、バレルを高く飛びまして、ちなみにこのフォーミュラ E 取ってた時に、ハプニングが、さっき見したハプニングが起きたと。で、ここでね、はい、作越えできましたね。嬉しいですね。はい。フォーミュラ E はね、もう本当に結構浮いてくれたんで、結構やりやすかったです。これ今俺が乗ってるのが星3なんですけど、星1でもね、その浮きやすさっていうのは正直あんま変わらないんで、星とかランクとか別に気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。次 B クラスです。B クラスが正直俺浮くのを持ってなくて全然。なんでちょっとゼロウーノでも全然浮かない方なんですけど、やってゼロウーノがなんとなく一番浮いてくれるなって感じたんで、この車は結構初心者さんでも持ってるんじゃないかな。でも設計図枚数多かったか。でも持ってる人は割と多いと思うんで、フォーミュラ E 持ってないよって方よかったらゼロウーノでやってみてもすごい練習になるかなと思います。結構浮かないんでね、これでできたらもう他の車はできるんじゃないかなっていう感じです。ジャンプ台右側飛んで、これは結構普通に浮いてくれた感じです。
これ結構簡単そうに見えるけどね、本当にむずいんですよ。ここ本当にギリギリの時じゃないとできてないなっていうのを思います。ここ見てもらったらわかるんですけど、ありえへんぐらい浮いてるんですよ。ニトロパンチだけじゃなく、こういうところでもこうやって浮いてくれる車っていうのは結構浮きやすいんじゃないかなと思います。はい、次、紙行きましょう、紙。ちょっとね、色汚いのは申し訳ない。そのさ、これ一応グレーなんですけど、なんか回路がね、全体的にピンクがかかっちゃってて、ちょっと色汚いです。紙はもちろん紙なんで、言うことないです。紙です。以上、紙でした。はい、次ね。紙の次にちょっとゴミが来るっていう。ニトロがなさすぎてもここら辺でも全然ニトロないんですけど、まあなんとかなったっすね。これちょっと特殊なのが、ここでバレルかかってくれてて、これね、俺としては結構ありがたくて、でも、策当たんないとか言ってくるやつおると思って、誰マジで一切ね、俺の動画やぞ、お前らの動画ちゃう、これはそんな上手くないです。なんで、黙っといてください。ここバレルかかるとね、人が溜まってくれるんで、俺これ結構嬉しかったっす。ちなみにこれ7テイク目っす。できないっす。ノワールマジで。ノワール嫌いっす。ってことで、以上 C クラスから S クラスまでの車の作声となりました。やってみた感想としては、神が神でした。以上です。そうです。全体的にこの中で一番浮くなって感じたのが実はフォーミュラ E で、本当に C クラスなんかなっていうぐらいめっちゃ浮いてくれるんで、またもしかしたら復刻とか来るかもしれないんで、フォーミュラ E はみんな絶対取っといた方がいいなと思います。前輪がめっちゃ浮いてくれてますね。でも、結局は918が神なんですよ。当たり前ですよね。ということで皆さんね、今から心の中で918神って10回言ってから動画閉じてください。以上、ありがとうございました。今回は初心者の検索声攻略ということで、初心者の方でも持っている D 社のエリーゼを使って、作声のコツをわかりやすくお伝えしました。コツをもう一度おさらいすると、車はなるべく前輪が浮きやすい車を選んで、これはスピンありの場合もスピンなしの場合も共通です。前輪が浮きやすいかどうかはニトロパンチをしてみていくかどうかで判断してみるといいかなって思います。車が決まったら、スピンありの場合はジャンプ台に乗った瞬間に思いっきりスピンして、スピンなしの場合はジャンプ台のなるべく右側を飛ぶようにして着地したら柵がある左側にドリフトしながら、柵に左の前輪を乗せるように浮かして、柵に乗ったらそのまま左にハンドルを切って柵を越えるっていう感じです。スピンなしのやり方は俺もこの撮影のために練習してコツをつかんだんですけど、やってみた感想としてはジャンプ台の右側で上手に飛べると成功率が上がる感じでしたね。ただ俺的にスピンありの方がやりやすいと感じたので、初心者の皆さんはぜひ最初はスピンありの方法でチャレンジしてみてください。今回の動画が役に立ったよっていう方はグッドやチャンネル登録、チャンネルメンバーになって応援してもらえると本当に励みになります。でそれからね、チャンネル登録者数がようやく800人となりました。新たに登録してくれた視聴者の皆さん、これまでずっと応援し続けてくれた視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。これからもね、目標のチャンネル登録者数1000人を目指して頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。ということで、次回は視聴者様からのリクエストにお答えして、久しぶりにクラメンの逃走中とガチレースをお届けしようと思ってますので、見逃さないようにチャンネル登録と通知設定してお待ちください。そんじゃ、バイバイ。